私今まで自分のことで勘違いしてたことがあったの。皆さんこんにちは。今日は実は美容デーなんですけども、松パもやってまいりまして、整骨院も行って、てか勘違いしてたっていうかさ、わかんないのももう何を信じたらいいのっていう状況に陥ってます。私パーソナルカラー診断を10年前ぐらいにもやってもらって、3年前ぐらいにもやってもらったの。絶対どっちもサマーだったの。ブルベサマーだったのよ。それでさ、先日4日前ぐらいに友達がパーソナルカラー診断をやったことがないってことで一緒に行ってみたんです。私はどっちかというとパーソナルカラーは分かってるから、メイクのなんていうの、レッスンみたいな、ミニレッスンみたいなのがあって、こういう化粧品ありますよみたいなやつのパーソナルカラー付き診断みたいな、メイクレッスンみたいなのを一緒に行ったのね。なんとウィンターだったんだけど、ウィンターだったんだけど、いや、もちろん同じブルベだけども、全然違うの。ウィンターとサマーって全然違うってか、なんていうの、似合う色が全然違うわけ。じゃあもうなんかもう覆りなの、全てがどうしよう、私って変わっもうだから今日はマジで髪色を変えようと思います。このお気に入りだった髪色を変えようと思います。ちょっと完全なる超久々のイメージチェンジをしてこようと思います。マジでびっくりしたんだけど、衝撃だったんだけど、びっくりだよね。ちょっと今からメイクしていくんだけどさ、もう全てが分からなくなったでもそもそもこの髪の色はね、ブルベの色では多分ないと思うの。私がどうしてもオレンジを一回やりたくてやった色なんですけど、そろそろいいかなっていうのがあって、で私多分美容師さんにぶち殺されると思う。何度も美容師さんと育てた色なのね。私がブリーチをしたくないから、このノーマルで色を抜かずにこの色を表現するって相当時間と手間かかりますよみたいな言われてたのね。こういうオレンジにしたいですって言って、かなり時間かかるし手間もかかりますよみたいなこと言われて、で多分これ入れたらやっぱ髪ってちょっとなんか記憶するらしくて、色を新しく生えてくるやつも。だからなんかその真っ黒にはできないよみたいな、もう真っ黒にします多分真っ黒には多分できないとは思うんですけど、私は可能性を信じてる私の細胞を信じてるって感じで、ちょっと真っ黒っていうか、なんて言うんだろう、ブルベに合う黒みたいな。今はもう完全にブルベとかそういうなんかカラー的なのを無視して、もうどうしてもオレンジにしたくて、本当にチャペルロンちゃんがめっちゃ好きなのね、私。だからなんかそのオレンジっていうか赤毛がマジで一時期超したくて、でなんかもう満足した一回やって、でなんか申し訳ないんだけども、美容師さんになんか黒とかもうできないですよとか多分言われたんだけど、前なんかその言われた記憶あるような言われたような気はするんだけど、なかったことにする。私は聞かなかったことにする。不可能ってないから人生に。だからちょっとブルーベに合う黒みたいなやつ、黒っていうか暗い色、黒、1回で黒までとは言わないけども暗い色にしようと思って今回。よしさんって大変だね私本当にサマーだった。でも確かにめっちゃさ、なんていうの、心当たりは何個かあって、1個目がその確かに最近昔着てた服の色が合わなくなったの。って思って、なんかその体型とかじゃなくて、なんか色、でもこれは年齢によってのあれなのかなとも思ってた。てかそうなのかも。てか色が変わったことも、なんて言うんだろう。でも確かに前はなんかもっとサマーのもうちょっとパッと明るい色がもっと合ってた感じがするの。ぴったり合ってた感じがするんだけど、今はマジでなんて言うんだろう、なんかちょっと浮いて見えるっていうか、似合ってないっていうか、ちょっと違和感があって、であれって思ってて、年齢重ねたからかなって思ってたんですけど、多分それもある。普通にあれれれれって思ってたんですけど、でなんでだったんだろう。あれなんか最近さ、たまたまさジェミニに私の写真を送って、 SNS でちょっと流行ってたんで、自分のパーソナルカラーを AI に診断してもらうみたいな。ジェミニに私のパーソナルカラーって何みたいな、どういう色が合うみたいな、どういう髪色がベストみたいな感じで送ったら、萌子さんはウィンターですねみたいな感じで送ってきて、君まだまだだねって私は思ってたわけ。君はやっぱ AI だよ。だって私って10年前から2回ぐらい診断して全部サマーって言われてるんだもん、人間にねって感じだったの。私別にさ、人間を上に見てるとかさ AI を下に見てるとかそういう話じゃないんだけど
すごくない？この会話自体がさ、もうなんか昔の未来じゃない？意味わかんないよね。AI に気使ってるみたいなさAI にも人権をみたいな。まあそれはいいとして、もうそれはいいとして。で、思ってたらマジでウィンターって言われて、日焼けによって変わることもあるみたいなは聞くんだけど、でも日焼けはね、多分その10年前からびっくりするぐらいしてないんです、別に。でも日焼けしたのかな、髪とかが。でもな、目の色とかも結構見る。でも目も日焼けするって言うもんね。私サングラスとかしないし。年を重ねたことと日焼けなのかな。なんか噂によると、カラー診断の境界がなんかいくつかあるのかわかんないんですけど、によっても診断の仕方がちょっと異なることがあるみたいな。それってありですかって思ったんですけど、それってじゃあどうしたらいいの、一般ピーポーの私たちはって思ったんですけど、それは仕方ないよね。なんかよくわかんない、いろいろあるんだろうね。なんかいろんな世界があるから、なんか利権なのか何なのかわかんないですけども、まああるらしくて、そういう違いもあるらしいんだけど、でもなんか今回はそういう話じゃない気がする。だって実際に私が似合わなくなってるのと、なんかちょっと違和感を感じてるわけだから、前の。つけすぎだよね、どう考えても。どうしたん？私が実際にその違和感を抱えて気になってたわけだから、なんか前の服が似合わないぞみたいな。マジで変わったのかな。なんかまあでも変わることもあるらしくて、人間なんでか知んないけど、なんかその年を重ねるとそんな色が変わること、まあ同じブルベだから。でも私マジでウィンターってマジでそのなんていうの、セカンドカラーですらなかった。普通にサマーで、次はスプリングだったかな、前は。で今回は第一がウィンターで、次がスプリングだって。サマー消えたのみたいな。だからさ、もう化粧とかもわかんなくなっちゃって。いや、わかるよ。わかる。パーソナルカラー診断だけに振り回されてたら、なんか、おかしくなる。もちろん、それのみで生きていこうとは思わないんだけど、それはそうなんだけど、たまにはさ、なんかちょっと外したりするのもさ、なんかベースはそこをメインにしつつ、知識として持っときながら、あれするのはいいと思うんですけど、これってサマーの色もう、もう疑っちゃう。もう、見て、頭おかしくなっちゃうよ。夢でも見ちゃうわ、そんなんだったら。マジで、ウィンターって結構強い色なんだよね。パキッとした。で、私は結構ふわっとした色が好きだったから、ちょっと若干ショックでもないんだけど、サマーの色めっちゃ好きなんですね。なんかあるじゃん。ちょっと白みがかったみたいな。白の絵の具をちょっと混ぜたくすみ系みたいな。結構好きだのね。でもさ、そう言われたら昔より、くすみ系よりちょっとパキッとした色の方がなんか気になってる、私。やばい、待って、そういうとこまで変わってくるの？どっちが先なの？私がウィンターになったから、そういう色が気になるってことだよね、多分。逆はないよね。私が気になったからウィンターになることはないもんね。私の体が寄せていったってことはないもんね、ウィンターに多分だけど。いや、わかんないけど。もう人間の体ってマジ謎だからさ、ゼロはないんだけど、何事にも。でもなんか、ウィンターとして、おすすめしてくださったコスメが、これいいですよ、みたいな感じで見せてくださったやつが全部、なんかもう、結構被ってて、私が持ってるやつの中で、それ持ってますみたいな。だから多分どっかでは自分でやっぱ気づいてんだよ。ウィンターだって。で、それで私が被ってたキャップとかも、それめっちゃウィンターの色じゃないですかみたいなこと言われて。だからなんか知らないうちに、結局どっかで気づいてるってことかなとか思って。それこそ2、3年前とかはもっとなんか淡い色を好んでた、確かに。でもここ 1、2年は確かにもうちょっとなんか濃い色を選んでた、私。びっくりだよね。どういうことみたいな。じゃあ私は何を信じていけばいいのみたいな。これでさ、私がさ、2年後とかにまたサマーに戻ろうもんならさ、私はもう縛られて生きてる。サマーウィンターに誰か助けてって感じで、これにさ、顔タイプとかさ、骨格も入ってくるでしょ。もう誰か助けて、ピン。でもね、確かにこういうのってね、指標にするのはいいんだけど、まあそうだよね、コントロールされすぎるとちょっともう自分で苦しくなっちゃうまでやるとちょっとあれだから、ある程度にしとくんですけど。でもさ、どっちの色にしようとかってさ、困った時はさ、やっぱいいよね、そういう指標があるとさ。どっちの服買おうとかってなった時とかさ、私って今までそんなにカラー診断を使ってたかって言われると、日々のね、選択とか、私の色はこれだからこれにしようかなとか、そういうのはマジで考えてなくて、マジで好きな色を買ってたの。自分の好きな色を買ってたんだけど、萌子さんは結構メイクとか小物服とかは結構ウィンターにしてあるって言われて、ウィンターのものを選んでるって言われたんですけど、
ただ髪色だけがって言われて、ウィンターの色じゃないですねみたいな。多分もうちょっとウィンター寄りの色にしたら肌の透明感も多分もっと出ると思いますって言われて、そうだよねめっちゃさ、そのオレンジにしたかったから、私の希望はもう果たしたというか満足したかなっていうのがあって、オレンジに。だからそろそろなんかせっかくだし、この機会にちょっとウィンターにしてこようかな、ウィンター人間になっちゃおうかなみたいな感じで考えてるんですけど、どうですかねえ、こういうのも自分で決めるしかないからね、難しいよね、人生ってね。学生の時ってさ、なんかさ、こっちが意見したら怒られるじゃん、先生になんか今日は算数やりたいです私とか言ってもさ、いや国語だから今からってなるじゃん。でもさ、なんかさ、社会に出た途端にさ、めっちゃ自分で意見求められるよねいや、むずみたいな。自分の意見あんま必要なかったのにさ、社会に出た途端に意見を求められる。なんでそんな深い話になった？今深くもないけど別に。これでさ、私がさ帰ってきてちょっとブルベっぽい感じに、まあ染めれるかわかんないんだけど、1回でそんなブルベみたいな、なんか黒にはならないかもしれないんだけど、でもちょっとそれを意識した色にさ変化してさ、問題はそのブルベの色に服とかが似合うかってことだよね。似合ったらもう絶対そうじゃん。いや、ブルベであることを別に疑ってはないんだけど、てかなんで変わったの？どういうこと？本当に変わるんだね。なんか変わるとは聞いていたけど、変わる人もいるみたいな。不思議だよね、人間の。じゃあさ、マジでメイクとかもさ、これからちょっと違う色使った方がいいよねってなって。でもみんなさ、自由に生きてって感じではある。確かにそう、自分がブルベだからといってイエベが好きなのにブルベ使えとかは全然ないけど、参考にはなるよねとか言ってバリバリ振り回されてんだから、私超振り回されてんだから。新しい髪色でもワクワクしてんだよね。めちゃくちゃワクワクしてる。やっぱ久々のさ、イメチェンって楽しいよね。ね、結局ね、もう色とかいい、どうでもイメチェンが楽しみ、普通に。なんか縛られるのは良くないよね。なんか楽しむならいいけどさ、自分が苦しくならない程度にみんなやっていこう。参考にしよう。縛られないようにね。自分に言い聞かせてます、めちゃくちゃ。ということで、久々のイメチェンをしてこようと思います。結構ね、今ってね、オレンジなの。こんな感じで、なんか赤オレンジみたいな。光に当たると分かるんだけど、光に当ててなかったらマジで分かんない。結構暗いわけ、暗い部屋だと。こんな感じで、かなり、ちょっと光どっか行ったぞ、おい。なんで大事な時に光どっか行くんだ、おい。太陽出てこい。結構こんな感じの色ですね。久々なイメチェン。こんな色から。いや、これもね、マジで気に入ってんだよね。あ、ちょっと待って、なんか愛おしくなってきた。なんかこういう時ってさ、ちょっと寂しくなるよね。さよならするの。これはこれで可愛いよ。35歳女。今までずっとパーソナルカラーサマーだと思っていたら、先日ウィンターと診断されました。ということで、髪の色をウィンター色にイメチェンしてこようと思います。ということで、行ってきます。帰ってきての出来上がりをちょっとお楽しみに。全然変化してなかったらどうしよう。そもそも美容師さんに私が命を取られないように祈っていってください。土下座してきます。ちょっとおとなしい大人の女になってきます何これ。ということで行ってきます。美容室に行ってきて次の日なんですけども、ちょっとやばいよ。ちょっとやばいかも。ということでお披露目していこうと思います。これちょっと今隠してるだけなんですけども、どうなんだろう。私ちょっとまだついていけてない、自分の変化に。ということでお披露目大会していこうと思います。オープンペーン。ぶっちゃけさ、だいぶまだ違和感だよね。なんかウィッグかぶってるみたいな違和感があります、私的には。私こんな黒くしたのさ、マジ高校生ぶりなんだけど。どうですかやばくない？違いすぎだよね。どうなんだろうか。しかもさ、お部屋にある服が何にも合わないウィンターの色の服がない。どうしよう。どうかな、新しい私。ちなみに美容師さんには案の定みたいな嘘だろみたいな、一緒に育ててきたよねみたいな感じでなったんですけど、私がもう押し切り、あと3分ぐらいでこのオレンジとお別れですけど大丈夫ですかみたいなちょっとずつ聞かれるみたいな。大丈夫ですみたいな。なんかオレンジの髪言ってませんでしたかみたいな。悲しがってませんでしたかみたいな、すごい言われたんだけど、私はもうなんかいいよって言ってましたみたいな攻防戦いを繰り広げてきました。案の定この髪色にした時ももうオレンジには戻せないと思いますよみたいな
ブリーチしないとなかなか戻せないと思いますよみたいな。大丈夫ですっつって私は押し切ったんですけど、思ったよりめっちゃ黒なの。1回でめっちゃ黒になったの。伝わるかしらこの。でも確かに肌の色とかはなんか絶対こっちの方がなんだろう、透明感は確かにある。どうだろうか。ただ雰囲気がちょっと違いすぎて、あまりにも今までの化粧品、化粧も変えてみました。なんだったら変えてみました。口紅とかも変えているし、アイシャドウも全部違います。今からちょっと研究していきます。これ多分、髪型とかもちょっとなんか前のままなんで、なんだろう、前髪とかもわかんない。下ろした方がいいのか上げた方がいいのか、これから研究していきます。こいつをなんかこう似合う女になりたいということでさ、どうやばくないこの大変化。ビビりなんだけど私マジでこんな感じで、もう普通に真っ黒てか、なんかどっちかっていうと黒より黒どういうことみたいな。ちょっとあんまりこの動画では伝わってない感じがするんだけど、青の黒なんだよね黒の青なのマジで。わかんない、あんま伝わんない感じはしてるんだけど、マジで黒の青の黒わかんないんだけど、本当にどうですか。私は結構最初の1日目はてか夜は絶望やばみたいな、黒すぎみたいな。でも次の日朝起きたらなんかやっぱ見慣れだよね、見慣れ大事だよねと思いました。なんか今はなんかなんかいいじゃんみたいに思うんだけど、服がない、こんなに服があるのに合う服がない。どうしよう。であと何色が合うのかもわからん、この髪型に。いろいろネットとか見ておるがむずいということで、こんな感じで変えてみました。ありがとうございます。私の世紀の一大イベント、超イメチェンフェスティバルについてきてくださりありがとうございました。これからマジで研究していって、似合ういろいろメイクなり髪型なり服なりを研究していこうと思います。でこいつに頑張ってついていけるような私でいていこうと思いますでも結果的にはなんか満足です。一本満足ってことで、こんな感じで私の初夏の一大イベント終了ということで、今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃまたね、バイバーイ。バイ。